皆さんこんにちは、木村です。今回はですね、こちらの SLR マジックのアナモーフィックアダプターを紹介したいと思います。こちらは何かというとですね、こういうふうに楕円形になっていると思います。はい。これは普通のこういう丸いレンズでスフェリカルのレンズ、丸型のレンズに、アナモーフィックに変換する。アナモーフィックっていうのはこう映画だと結構横長じゃないですか。上下に帯ついてる感じの普通のセンサーだったり普通のフィルムで16対9とか4対3の画角で普通のスフェリカルレンズだと撮ると思うんですけど、それを横に引き伸ばす、縦に圧縮して記録して、編集時にそれを横に引き伸ばす的なレンズなんですけど、アナモフィックアダプターですね。これを紹介します。でこちらにですね FP がついているので、まずつけてみてどんなもんかっていうのをですね、軽く解説を試みますね。付け方はここリングがあるんで、これをただ回すんですね。まずはね。ちなみに僕の持ってるタイプは、SLR マジック 1.33 の50ってやつなんですけど、ここが 62mm のレンズ径です。はい。だいたい1周ぐらいして真ん中こう横だとこう縦に伸びちゃうから、これ縦長の楕円になるようにして、そしたら横からもいきますけど 68mm の 62mm ですね径にこうやって、で縦長にまっすぐなるようにして、このリングをこうギュッと締めることで、こんな風な、これでちょっと部屋の中をちょっとぐるりとしてみますけども、若干縦長な感じにこう記録されているのが分かりますでしょうか。ちなみにこれフロントは 77mm の径なんで、よくある2470とかの、フロントバイ玉の径に合致するような感じですね。で見てもらったら分かるように縦長に記録されるんですよね。それを編集の方で、横にアナモフィックで収録しましたよっていう風にデータを入れるモードがあるので、それをその設定にすると戻るんですけど、そうするとアナモで横長の比率で読み込むことができるんですけども、直でやると丸いのがごわっときますね。はいっていう感じです。で外でもちょっとこれをつけて撮ってきてみたので、アナモフィックコンバーターの作例サンプルフッテージをちょっと流そうと思います。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。
まあそのアナモフィックになるからめちゃめちゃかっこいいなっていうのがまず一つと、ハレーション変なのが来る時はあるんですけど、ブルーのフレアが出るっていうのがかっこいいなっていうところと、あとこう縦に凝縮して撮ってそれを横に引き伸ばしてるから、デジタルカメラのイメージセンサーって大体ピクセルなわけじゃないですか。そのピクセルがこう縦長いのを横に伸ばしてる感っていうのがちょっとあると、ちょっとアナログチックに多分全体的なルックテクスチャーっていうのがアナログチックに見えるところがかっこいいところなんじゃないかなっていうふうに思います。対して、解像度の話をすると、またこれはですねまた難しいところっていうか、フォーカスがですね、見えますか、ニアっていうのとノーマルっていうのがあるんですよね。ここでもフォーカスをいじれる。でこっちでも元々のレンズのフォーカスでもフォーカスをいじれるから、近くと特に部屋の中だとニアにしてこっちのフォーカスをいじった方が、ノーマルにしてこっちのフォーカスを一番近いところにした時よりもニアの方が解像度が上がるんですよね。はい。だからまずこれつけた見た時になんかフォーカス合わねえなみたいにちょっと感じる部分があったんですけど、最初ここをちょっと工夫したら、部屋の中だとニアですね。ニアでこっちをやるみたいな方向にしたらちょっと解像感はあれボケてんじゃねみたいなちょっとなくなったんだけども、解像度の話をしますとやっぱりちょっとぼやってなりますね、はい、っていうのは思います。でそれがじゃあ縦にやっぱり滲んでるからそこの影響をやっぱり受けてるのかなっていうのと、あとはそのアナモフィック、これはアナモフィック50ってやつなんですけど、前玉が50センチまでのやつにこれつきますよっていう意味の50なんですけど、結局使えるのはほとんどオールドレンズで使うんで、そもそもこのニッコールは一応オールドレンズなんで、オールドレンズの中では結構しっかり描写する方だと思うんですけど、ソフトな方、現代のレンズと比べてもソフトなんで、その解像感っていうのは少し下がるんじゃないかなっていうふうに思いました。で今回その僕がこれ使っているアナモフィック 1.3350 ってやつなんですけど、これはもうヤフオクで買ったんですよね。ヤフオクで僕が6万で買ったんですけど、もっと安く買えた、実は本家のサイトでもうちょっと安く買えたっていうことに買ってから気づいてたんですけど、何はともあれ本家のサイトでちょっとラインナップを確認してみましょうっていう、SLR マジックの .com っていうところに行くと、SLR マジックのサイトに飛べるんですけど、それのアナモフィックアダプターですね、3種類今ラインナップされてて、まず今40のところを開いてるんですけど、1.33 は4対3だったら16対9ぐらいになるし、16対9だったらシネスコになる。でこの40っていうのがそのレンズの前玉あるんじゃないですか。これ今40あるのかな、ちょうど多分ニッコールはもしかしたら、でもこれ大体40だから40ぐらい、普通のオールドレンズですか、タクマとかザイスイエナとか、あとフォクトレンダーのやつとか多分40で収まる。それ自分で測った方がいいと思うんですけど、これ多分40で収まる。ニッコールの AI もちょっとわかんない、ちょっと41とか2とか前玉はあるかもしれない。こういうサイズ感のレンズにつけられますよってやつで、今ここについてるやつよりは一回り小さいんですよね。これ50なんで。で40ってやつがフィルター系は 52mm リアマウンティングスロットで、フロント系が 62mm だから、ここレンズとつけるやつが 52mm フィルター系 52mm つきますよって。でその前でアダプターつけた後のここのフロントが 62mm ですよ。だから ND とかつけたい時は 62mm ですよってやつなんで、これが一番ちっちゃくてジークさんが紹介してたやつ、ジークさんの動画がここに載ってると思うんですけど、でアナモフィック 52× アダプターっていうページ行きますと、なんと、これはですね、僕はヤフオクで買ったんです。50の 1.33 がなくなって50は 2×2 になった。でその理由もなんとなく分かります。68なんですよね、このフィルター系が。ごめんなさい、62mm ですね。でフロント系が 77mm。結局レンズの前玉のガラスの径が 50mm っ
っていうレンズってそうそうあんまなくて、APS-C のプライムレンズとか、ズームレンズぐらい、オールドレンズよりはちょっと大きいけど、それでも小型軽量ですよねみたいな。フルサイズの 2470 はもっとでかいから収まんない。例えばこれフルサイズの 24mm なんですけど、これシグマの 24mm の DJHSM の 24mm がギリギリ50で、これ 40mm とかになると6センチ超えてくるんで、60ミリ超えてくるんで、だいぶ使えない。50ミリってだいぶギリギリ使えないことが多い。っていうところで、間を取るのもなんだし、ラインナップは ×2 のバージョンだけでいいんじゃねみたいな、ことなんじゃないかなっていうふうに、思います。はい。はい、じゃあ次ですね。65、アナモフィック65ってやつなんですけど、これがちょっと本当はこっち買った方がよくて、これね、値段が399ドルだから5万円ぐらいなんじゃないか。でも6万円ぐらいですね今ね。ちょっと高いかな。ただ僕はこっち6万円で買ったんで、もっと冷静に選んでこっちを買えばよかった。おそらくでかくなるんですけど、これはそのフィルターサイズがレンズのどのフィルターに合うかっていうと 82mm だから、ほとんどのスチール用のレンズはほとんど 82mm だから、ステップアップかませれば全部ドレンズで使える。その代わりだいぶ重くなると思うんですけど、でその前のフロントのサイズが 112mm っていうところで、110mm の ND とかって果たしてあるんだろうかってところで、 ND とか使いたい場合はマットボックスになるんじゃないかなっていう感じの、ラインナップでございますと。でちなみにこの65ってやつのアダプターは無事の MK ズームに合うように作ってますっていう。あとは SR マジックのマイクロプライム、単焦点のシネマレンズに合うように作ってますっていうところですね。だから結構これいいなみたいな、感じだったんですけど、冒頭でも述べたようにこのリングを回すんですけど、この、よくやってしまうのが、例えばこう閉めた時にこうなっちゃうじゃないですか。こう曲がってるとどうなるかっていうと、ちょっと三脚につけないと分かんないかもしれないんですけど、このフレアが斜めになっちゃうんですよね、簡単に言うと。だから水平すごい穴もにすると多分目立つんで、カメラ自体の水平もそうですし、ここ曲がってつけるとよく曲がってつけがちなんですけど、曲がってつけないように注意しないといけないよっていう話と、あとじゃあこれ例えばレンズ変えましょうってなった時に、はい取りました。これで付け替えて、でNG とかつけてたらそれもまたちょっと注意しながら、これでこうやってあれって言ってあれって言って、あれなんかはまんねえなみたいな、あれちょっとでまっすぐにしてからのこうやってやんないといけないっていう、まっすぐに気をつけてここを締めるみたいなやんないとっていうタイムラグがあるので、結構めんどくさいですよ。そのめんどくささは1個発生するのはちょっと思います。でもう1個注意点として、これはそのアナモフィック 1.33 のラインナップのものの話なんですけど、使えるのがこれ35mm なんですよ。フルサイズだと 35mm より長い焦点距離じゃないとケラレが発生している。例えば、こちら 25mm をちょっと仮につけ、これが 24mm なんですけど、 24mm つけました。でギュギュッと、締めましたと。はい、で今レックしてるんですけど、フルサイズにするとケラレが出てしまっているっていうのが、分かりますでしょうか。ただこれが APS-C ですね、スーパー35だとすると 24mm から蹴られずに使うことができるという形でございます。
最後おまけなんですけども、ついでに僕が購入したのがアナモフィックアダプターのレンジファインダーって言ってですね、これフォーカスがこうニアとノーマルっていうので、ここでこう調整しながらこっちでやるんですよ、フォーカスの。それがめんどくさいところなんで、それをなくすツールっていうものが実はその同じメーカーからこれのアタッチメントに出てて、それがこのレンジファインダーっていうやつなんですよね。はい、でこれつけるとどうなるかっていうと、これはまたぐるぐるでつけるんですけども、これがだから無限。そうすると全部ここでここの前玉の回転がめちゃめちゃあって、しかもここにフォーカスギアもついてるから、なんとシネマレンズに変貌できるという代物なんでございます。これでフォーカスがこう来るようになるんだそうです。はい、ちょっといまいちあんまり使ってないんですけども、だいぶかっこいいかなっていうふうに思います。もともとのレンズのサイズがこれなんで、倍ぐらいでかくなりました。よくある、アナモーフィックレンズみたいな、またすごいビジュアルなものができたと思います。はい、ここまでいくと本当レンズサポートないとちょっと僕はつける気にならないですね。ただかっこいいので、これもフォーカスギアが使えるっていうのと、ここがこうフィートも書いてあるし気持ちいいっていうかっこよさがある品物がアタッチメントとしてあります。はい、ちなみにこれSLR マジックさんから提供されたわけじゃなくて、僕が勝手にこれ使ってレビューしてます。はい、はい、というわけでですね、こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。また何かございましたらコメント等でお知らせくださいませ。はい、それでは本日の撮影カメラの方、紹介してまいりたいと思います。はい、まずですね、この手元のところにつけてたのがアサミというカメラでございます。はい、最近こちらのですね IR フィルターっていうのが、中にあるんですけど、これがブラックマジックっていうのは IR ポリューションっていうのが起きてしまう。このブルーのこのガラスが入ってると思うんですが、それをさっき変えました。ちょっとこれでなんか様子見てみたいと思います。はい、はい、こちらにございますのはですね、ブラックマジックポケットシネマさんと7マウントでアンジェリーの 10mm がついております。そしてブラックマジックポケットシネマカメラ 4K、僕はこれは永遠に使えるカメラだと思っております。もともとシネマ DNG が使いたかったんで、ファームのバージョンは 6.1 で使っておったんですけども、サムスン T7 シールドという SSD が古いバージョンだと多分 SATA の SSD しか使えないというところで、シネマ DNG を諦めてブラックマジックローで収録しております。バージョン 8.1 とかですね。そうするとサムスン T7 シールド安いんで、この SSD これで使えると。やっぱりポケットシネマカメラなんで、レンズもマイクロフォーサーズでもいいし、小さいんでそこですよね。こういう使い方ができる。それではまた。